懐かしい金消しに色付け動画シリーズ。今回は2009年発売の金消し復刻版パート7夢の超人タッグ編2ジェロニモをペイントします。初代アニメカラーを参考にいつものように水性アクリル塗料を使って色付けをしました。金消し復刻版7夢の超人タッグ編2、当時のカプセルに同梱されていたブックレットです。この段は当時ものレギュラーサイズから厳選されたタッグ編ゆかりの超人がそれぞれ2体カプセルに入っているという設定のラインナップでした。今回のジェロニモはサンシャインと、あとはドクターボンベにカメハメなど懐かしい面々がたくさんです。復刻版は金型の関係で若干サイズが小さめ。まずは今回のジェロニモの造形の金消しの塗装前の状態です。タッグ編入場行進時のコスチュームのデザインです。武器の斧を持っていますが、タスキと頭部から胸にかけた装飾が特徴的。塗装後のレビューを先に。今回は初代アニメカラーリングイメージ。黄色、茶系のカラーが中心で塗料はたくさん使いました。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン漬け込みを一晩から2日して可素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリアツヤ消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子は使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずファレホのゲームカラーデッドホワイトを塗りました。よく下地作りに使っている濁りのない純白カラーです。ベース塗装がその後のペイントを効率よくしてくれます。下地の完全乾燥の後、本格的な色分けの1色目、モデルカラーのライトグリーンです。ボディ全面のコスチュームに。続いてモデルカラーのダークグレイです。タスキの文字の書き入れと脚部、シューズに使いました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。黄色です。ゲームカラーのゴールドイエローです。元来隠蔽力には課題のある黄色ですが、オレンジに寄せた色味のこの塗料は優秀です。続いてモデルカラーのホワイトグレーを使いました。タスキと斧の刃の部分、そして頭部の装飾に。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。頭部にゲームカラーのオレンジファイヤーを使いました。塗装面積は一番大きい肌カラー。モデルカラーのライトブラウンという塗料です。細かい色分け部分も含め塗装面積はたくさんありました。茶系塗料というのは意外と隠蔽力は弱かったりもします。色ムラが出ないように気をつけて色をのせていきました。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。色数も多彩、仕上がりはマットな表面の質感になります。速乾、無臭、均一で色ムラが出にくい、水溶性、これらが何といってもパレホの魅力です。筋肉マン消しゴムの標準的な大きさのものがレギュラーサイズ、復刻版としてリリースされました。塗料は水性アクリルのファレホを基本に下出るカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装をしました。塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように下出るカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。フォローで入れる下出るカラーはホビー用の水性アクリル塗料でイギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。続いて下出るカラーのベース、ソンディアブラウン。濃い色味の茶色です。頭髪、斧の柄の部分、腕部、脚部のコスチュームに。塗って別の箇所の作業のうちに乾いてくるので、結果的に2度ほどの重ね塗りでしっかり色をのせました。筆で塗りに行くとムラになってしまいがちなので、先端で叩いて色をのせるイメージで作業をしました。
ジェロニモはアメリカ合衆国オクラホマ出身の正義超人で、超人強度は83万パワー。ハワイ超人ヘビー級チャンピオンの経歴も持ちます。仕上げに最後、右手に持った斧にゲームカラーのエルフィックブルーを使いました。かかった時間は約60分の塗装でした。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。ということで、今回は筋肉マン金消し塗装復刻版7の夢の超人タッグ編2シリーズから入場行進時のジェロニモを初代アニメカラーを参考に水性アクリル塗料にてペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。